こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、マイクロビットクリエイト AI の紹介を行います。マイクロビットクリエイト AI は、機械学習を体験するためのサイトです。こちらのスライドに表示されたアドレスより、マイクロビットクリエイト AI サイトを表示することができます。このサイトでの AI プログラム作成の概要を説明します。最初にデータをサンプリングしてモデルのトレーニングを行います。そして、モデルが作成されたら、シミュレーション画面で動作を確認します。もしうまく動作しない場合は、もう一度データを収集しモデルのトレーニングを行います。そしてモデルのトレーニングが完成したら、メイクコードでプログラムを作成していきます。こちらの画面は、先ほどのページより、Get Start ボタンを押すと表示される画面となります。ここでは、前回の続きを行うオープンラストセッション。新規作成スタートサムシングニュー。以前に保存したファイルを読み込み編集する、Continue a Saved Session より選択できます。それでは、新規作成のスタートサムシングニューより説明していきます。新規作成の画面では、最初にマイクロビットの接続操作を行います。コネクトを押すと、この画面が表示されます。ここでは必要な物品が表示されています。バージョン2のマイクロビット、コンピューター、マイクロビット、マイクロ USB ケーブル、バッテリーフォルダーが必要となってきます。バッテリーフォルダーは、電池の内蔵されたバングルでも使用することができます。今回使用した物品を示しています。左より、電池の内蔵したバングル、USB ケーブル、電池ボックス、バージョン2のマイクロビットです。バングルがない場合は、マイクロビットと電池ボックスでも構いません。次にマイクロビットを USB ケーブルで PC に接続するように表示されます。NEXT を押すと、この画面が表示され接続手順が表示されますので、もう一度 NEXT を押します。表示された選択画面でマイクロビットを選び、接続を押します。すると、データコレクティングプログラムがマイクロビットにダウンロードされます。ダウンロードが終わると、このような画面が表示されますので、ケーブルをマイクロビットより切り離します。次にマイクロビットの電源スイッチを入れてください。すると、マイクロビットの画面に右のようなパターンが表示されます。同様に PC 画面にも同じパターンが表示されることを確認してください。これはデータが正常にダウンロードされているかを確認するものです。次に行うのは、Bluetooth で PC とマイクロビットを接続する操作です。接続操作は最初に、PC 画面上でマイクロビット名を選択し、ペア設定をクリックします。するとペアリングが開始されます。Bluetooth 接続ができると、モニターに加速度センサーの状態が表示されます。機械学習前に、いくつかの動作パターンを記録していきます。それでは動作パターンの記録について見ていきましょう。それでは、最初の動作に名前をつけて記録してみましょう。レコードボタンを押します。するとカウントダウンが始まり、5で記録開始です。このパターンの動きを行ってください。少なくとも3回の記録を行います。この記録の回数は、多いほど精度が高まります。記録のオプションには、連続して10回行う。または10秒連続して行うことも可能です。それでは10回連続で記録してみましょう。カウント画面の上に、現在の回数が表示されています。これで10回の記録が終了しました。
次に別の動作パターンを作成しましょう。最初に動作名をつけます。今回は10秒連続で記録してみましょう。カウントダウンが始まり記録が開始されます。これで記録が完成しました。必要に応じて別のパターンも記録してください。動作パターンの記録が終了したら、機械学習へ進みます。トレインモデルで開始します。スタートトレーニングをクリックします。すると機械学習が開始されます。これで機械学習が完成しました。こちらの画面では、動作パターン判別のシミュレーションを行うことができます。また各パターンのメイクコードのブロックが表示されています。それではマイクロビットを動かしてみましょう。ピッチ運動を行うと、ピッチ項目のバーが伸びています。バーの長さは、判別信頼度を表しています。こちらのスライドバーは、その項目の判定域値を調節するツールです。必要に応じこの域値を調整してください。また、各パターンがうまく識別されていない場合は、エディットデータサンプルズで記録をやり直してください。シミュレーションで動作確認したら、エディットインメイクコードでプログラム編集画面に移動します。メイクコードが起動すると、作成された動作パターンのブロックが表示されます。これらのブロックを使用して、プログラムを作成しマイクロビットにダウンロードして使用します。メイクコードに移ると、先ほど機械学習を行ったパターンのブロックが表示されます。ここでは、OnML パターン名スタートブロックが表示されています。パターン名の部分をクリックすると、他のパターンを参照することができます。左側のブロックは、ロールと名前がついた動作パターンが検知されたとき、ブロック内の命令を実行します。ここでは、上矢印のアイコンが表示され、プレートオンで C の音を発生します。また、カテゴリーにマチンラーニング項目が追加されています。これをクリックすると、右図に示すようなブロックが使用できるようになっています。それでは、マイクロビットクリエイト AI の開始から実際のプログラムの使用までの流れをビデオでご覧ください。はい、それではマイクロビットを使用した AI の学習サイトができましたので、それを使って紹介したいと思います。これは加速度を使用した、機械学習の学習サイトです。最初に、このサイトクリエイト AI マイクロビット ORG これを開きます。そしてゲットスタートより開始します。そしてニューセッションここを押します。そうするとこういう画面となります。そして Your microbit is not connected となってますので接続をしてやります。ケーブル接続ですね。これを接続をします。そしてこちらの方ですね、コネクトで、次にコネクトでケーブル挿した状態で、NEXT でここでマイクロビットを選んでやって接続をします。そうすると AIに必要なプログラムが今ダウンロードされています。そして、ここでバッテリーを接続した状態で次に行きます。ここで電源を
入れてやります。そして NEXT を押します。そうするとこれと同じ形のマークが表示されたら接続 OK ということですね。で、ここでもう一回接続します。で、ペアリングされると波形がこういう形で出てきます。で、これで動きをここで記憶させるんですね。最初に何も動かせないときやりましょうか。このマークでいきましょうか。ここで例えばのアクションで、ここで動かさない状態でじっとした状態でここでこの状態を記録します。で、これを3秒ずつ3回ほど、回数が多いほど精度が高くなります。はい。じゃあ次の動きを記憶しましょう。次はこういうことにしましょうか。ロールにしましょうか。ロール角、ロール運動。ここで、ここでロール運動ですね。はい。2回目ですね。3回目。はい。そしたら今度はこうピッチ運動にしましょうか。ここでピッチ、じゃあ、ピッチをやりましょう。もう一回いきましょう。はい。で、ここであんまり波形が正しくないというか動きがですねよく取れてなかった場合はバツ印で、削除できます。そしたら、ピッチ運動ですね。ピッチ運動、これをもう一回取りましょう。はい、取れましたので、これで、次に一応ここでセーブしておきましょうか。ここで名前をつけて、例えば、モデルとしてセーブ。そうするとダウンロードこういう形でされます。後でこれを使うことができます。で、ここ次に機械学習のトレインモデルっていうのを押します。で、スタートするとこのデータを使って分類、モデルができました。今シミュレーションしてですね、動かない状態で今これが、95% ぐらいの信頼度で、今度はピッチ運動してみましょう。ピッチ運動をすると一番下の部分ですね、が判定されています。そしたら今度はロールですね。ロール運動は 95% がそんな形で出てきています。そしたらこれを使ってプログラムを作るには、これですね。そうすると通常のメイクコードの画面になります。ここでここがノーアクション、これがロール、これがピッチになってますね。じゃあ、これマークをこう変えることができます。例えば、こちらをハートマークにしてやって、こちらの方を、このマークにしましょうか。そ
してこちらの方が、ピッチ、が、このマークにしましょうか。こういうような形でマークを変えることができます。で、これ識別されてディスプレイにこういうようなマークが出るようになります。で、新たに例えば音を追加するとかそういうこともできますよね。ピッチについては高い音を設定しましょうか。例えばこの辺の音です。はい。そして、これをコピーしてこちらに持っていきましょうか。ちょっと低い音、このぐらいします。で、こちらの方はノーアクションの方は音は出さないというふうにしましょう。こういう状態にして、あとはこちらの方ですね、マイクロビットの方にダウンロードしてやります。ここで接続してやってダウンロードをします。NEXT で NEXT で先ほど同じような形で、そうするとここで書き込みが開始されます。はい、これです。書き込み OK ですね。で、G としてやります。そうすると今ハートマークで何も音が出ないですね。そしたら今度はピッチをやりましょうか。そしたらロール、こういうような形で、加速度に対する AI プログラムを練習して作ることができます。